おはようございます。阿部義俊です。今回は文具というかペンの動画なんですけど、これはもう今バラしちゃってますけど、僕が非常に気に入っているパーカーのフィフスという、第5の筆記具なんていう触れ込みで登場したパーカーの万年筆ともボールペンとも違うちょっと新しいその筆記具として、随分前ですけどね、登場していまいち普及してはいないんですけど、パーカーからしか出てないですからね。パーカー自体はこれをずっとやっているわけで、もう文字通り万年筆ともボールペンとも違う書き味で、僕はこれを非常に気に入っているんですけど、大きな欠点の一つとしてこいつはペン先がやっぱ万年筆みたいにゆっくりと削れていって書いている人のなんていうかね、筆記角度にそのペン先が育っていくみたいな面がちょっとあるわけですよ。だけどこいつはリフィルがペンと一体化していて、インク切れたらインク交換するじゃないですか。するとペン先もどっか捨てて新しいまた育て直しになるわけですよ。そのあたりがなんだろうな、意味不明というか、なんでだって思うんですけど、あとは単純にこのリフィル自体がだからペン先が込みになってるんで、ここだけ変えさせてくれりゃいいのにと常々思っているんですけど、ペン先ごとの交換になるんでリフィルが1本高いんですよ。今でも2本で1000円ぐらいか。それでもやっぱ1本500円だもんね。割と減りも早いですし、500円って普通にペンが買えちゃうじゃないですか。なのでちょっとこのリフィルの尻のところを無理やりこじ開けて中にインクを突っ込んでみようと思います。ダメだったら新しいリフィルを買います。全然こういう使い方は本当に絶対に推奨されてないんで、僕は勝手にやりますけど、真似はしないでくださいねと。ていうかできんのかそんなこと。もっとなんか万力みたいなこれを挟む専用の器具がないとできないか。ここに無理やりハサミの尻とかでちょっと挟み込みつつクッてやったら簡単に開くかなと思ったんだけど、そんなに簡単ではなかったですね。ネットで見た時に開けてる人がいたんですよ。で自分もやりたいと思ったんだけど、一筋縄ではいかないな。どうしよう。ここハサミでひしゃげさせちゃっても戻せないですもんね。できるのを確認してからやれって言われそうですけど、やっちゃってできちゃったら撮影できないですからね。まずこの工具を買うところから、工具を買うとか言い始めちゃうと、じゃあもうリフィルを買えよって話になりますよね。ちょっと好きな色を入れてみたかったんだけどな。手元が見えないのでちょっと待って、久しぶりにビクシンを出してみるか。ではすげえ見えるあ、すげえ見える。さすがだ。こんなにめちゃくちゃやってたんだどうなってんのか分かんなかったけど、だいぶガビガビにしちゃったな。ダメか。ハサミでいけると思ったんですが、そんなに甘くなかった。シリンジの針が通ったら無理やりジュッと入れてみるか。通らないか。でもこのくだらない手元作業のためにこんなビクションを使うのもあれですけど、すげえ見える。ちょっと見直したわ。なんか絵を描くのにはちょっとあれだったけど、こういう作業の時のこれはすげえわ。なるほどね。で刺さるってこと、真ん中がくぼんでるんだな。このくぼみに何か意味があるのかな。くぼみの先に取れねえか。こんなプラスドライバーとかじゃなくて、やっぱちょっと専用のラジオペンチみたいな工具があったら一発でしょうね。ちょっとペンチ買うか。今後もなんか使うだろうし。これ諦めました。パーカーのフィフスのリフィルですけど、諦めてカメラを止めて、でも最後にと思ってハサミのこの刃を先に入れてグーッとてこの原理でやったらスポッと抜けました抜ける瞬間を撮影できなかった。これ逆さまにするとインクバーって出てきちゃうのかな。いや、そんなことはないね。確か中に綿的なものが入っていて、そこにインクを染み込ませてあるんじゃなかったかな。ここにインクをシリンジでチューと入れていったらいけんのかな。黒が入ってるから、パーカーの黒1本持ってるけど、このパーカーの黒が古い万年筆を中古で買った時におまけでついてきたもので、20年ほど前のものですみたいな話で、これが使えるのかどうか分かんない。どうしようかな。なんか変わった色をちょっと入れてみたいんですよね。黒混じっちゃうだろうけど、遊んでみようか。ダイヤミンのシラー行ってみましょう。よいしょ。こんなに吸い上げる必要なかったな。入ってってんのか。溢れたら怖いな。っと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 、行き過ぎた。敷いててよかった。よかったどころじゃないけども。こんなに下にも行っちゃったよ。
ここの尻尾をキャップをぐじぐじに潰しちゃったんですけど、これをこう潰しちゃうとケースの中に綺麗に収まらないかもしれないですね。いやでもマジでこれを敷いてて助かりましたね。よいしょ。というわけで一応インクは入れられましたが、これを入れるためにだいぶインクを無駄にしてるし、素直にリフィルを買う方が絶対にいいです。ただ僕は面白いのでやります。やりました。100% 全くおすすめはしません。手もめっちゃ汚れたし、お手拭きにするなって話。ちょっとコーヒー好きな人に怒られちゃいそうだね。でも水も吸うし毛羽立たないし、このコーヒー今飲めるかな。跳ねた気がするな。ちょっと待って。このキャップ部分がダメか。またダメだ、溢れてきちゃう。溢れてきちゃうんじゃなくて、インクが出る部分を万年筆でいうとこのそのインクが毛細管現象で降りてくるところを手で今握っちゃってるのか。やばい、被覆力が非常に強いインクだったので完全にちょっとそうだね、別に漏れてきてるわけじゃなくて、今僕のそのが変なところ握っちゃったからか。今度そのインクがなんか絶対漏れないように厳重にキャップされていた部分を今度そのキャップを中に戻すのが今度大変。まあでもなんか仕組みが分かったり、ちょっとしたプラスチックの蓋にこれだけのなんていうか技術というか手間暇がかかってんだなみたいなのが分かって勉強になるって言い訳をしてますけど、ね、多分この状態でペンの中に戻しても蓋閉まんないと思うんですよね。キャップが後ろが飛び出しちゃってて、ここを押さえてグッといきたいけどペンが潰れちゃうからね、横を持ってやってもなかなか力が入らなくて、持っててよかったゴム滑り止め。まあはっきり言ってリフィルをケチケチするような人はフィフスを使うなってことですよね。でもそれはそれとして、この書き心地自体がこのパーカーの今ダイヤミを入れちゃったけど、パーカーのこのクインクインクっていうそのインクとこのペン先の形の相性とかいろんなものが複合されてこの書き味になってるんで、僕みたいに適当なインクを入れ替えちゃったりすると書き味自体は担保されないとは思うんですけど、それはそれとしてペン先がこうでここのとこコンバーターになってて好きなインクを入れてキュッキュッキュッってやれるみたいなやつはピフスにも絶対欲しいですよ。それこそこれはなんだろうな、結局利便性だけで言ったらもうボールペンの勝ちじゃないですか。でこいつはただそれだけじゃない何か面白さみたいなものを、これを蓋が道をしまったけどこの長さで奥にバネが入ってて、でペン先が筆圧でちょっとだけ沈むんですよね。その沈む加減みたいなものが今後ろを削っちゃったせいで長さが微妙に変わってるんで、そういうところもちょっと書き味に影響しちゃってる気がしますね。そしてすげえフィルターを無駄にして。筆記感はそんなに悪化してなくてよかったです。ただまだちょっとかすれるな。さっきも説明したみたいに自分の筆記角度に合わせてペン先が削れてって育っていくって言ったじゃないですか。あれなんかすげえ、要するにペン先がここにこう入るかこう入るか、180度逆に入っちゃう可能性もあるわけですよね。だから今なんか前と書く感じが微妙にやっぱ変わったんで、ちょっとひっくり返っちゃったかなと思ったけど、削れている向きを見ると合ってるような気がしますね。早く書いた時にややかすれるんで、インクの今フローはまだ安定してないですけど、そしてまだ全然黒のインクが出ちゃってるんだけど、さっきでもにじみ出た時にはボタボタっと紫のシラーっていうダイヤミのインクが出ましたよね。だけどここはまだ外側からボタボタっと垂れてきただけで、中のインクの芯の部分はまだ全然黒が残ってるんだ。さっきも完全にインク終わったわけじゃなかったですからね。ただ後ろからだんだんシラーのインクが混じってきていて、それでよいしょだんだん紫に変わっていくかもしれないですね。やっぱりペン先が少し飛び出たような気もしますね。後ろがだからちょっと出っ張っちゃったせいでかすれてきてる。漏れてきてはいない。
やっぱり180度逆になってたかも。こっちが正しい向きかもしれないですね。この筆記感の方がなんか記憶にある感じがする。そしてやっぱりかすれたまんまですね。ダメか。というわけでちょっとリフィル自体は、やっぱり買わなきゃダメだとは思います。入れ替えができたら本当いろんな色のインクを試しに入れてみたりして遊べるかなと思ったんですけどね、インクで手を汚しただけで終わってしまったかもしれません。しばらく待ってみてインクが通るかどうかをちょっと見てみますということでした。インクを入れてから半日ほど、経った状態なんですけど、どう考えても大失敗企画だと思っていたんですけど、半日経ってみたらインクが中のそのクッション素材みたいなものを伝わってペン先の方までちゃんと降りてきてくれて、今大変滑らかに、筆記できております。完全にフローが復活したんです。入れたインクが下まで来たんだと思います。ただやっぱ黒の後に紫を入れたんで、なんていうかな、だんだん紫色に変わっていくかもしれないですけど、黒が強すぎて紫を食ってしまっていて、かすかに紫みを感じるけど、基本黒ですね。もう少し描いていたらじわーっと色が紫色に変わってくるかもしれません。なんか変わり目のところで一回色がじわーっと薄くなって、あれどうしたんだろうと思ったらなんか描いていたらまた黒に戻ってきてしまったんで、どうかな。ただ、フローはもう完全に安定して早書きしても全くかすれることなく、ペンをあんまり傾けるとインク出ないな。ただこういうことを紹介してしまったけど全く推奨はしないです。おそらくこのうちここからインク漏れてきちゃうかもしれないし、やはり普通に素直にリフィルをちゃんと買いましょうっていう、結論ではあります。個人的にはだから変わったインクを入れてみて遊んでみたいなみたいなことはあるっちゃあるんですけど、やっぱ今の作業をやってみて、大変だったのと、今動画でこうしてやってしまっているけどちょっと真似してほしくはないですね。ただ手法としてはリフィルが高い問題に関してはこれ何度も繰り返せはしないような気がしますね。後ろの方のキャップというか、キャップというとなんか取り外し可能なパーツみたいな気がするけど、外せない黒い蓋の部分を今無理やりプラスチックのやつをこじ開けましたけど、こいつはもうバカになっちゃってるんで、今インク漏れてきてはいないですけど、次にもう一回外してまたもう一回ギュッて入れたらもうダメかもしれないですし、適当な大きさのなんかゴムのパーツみたいなものを見つけてきてうまくはめればできるかもしれないですけど、やっぱでもインク漏れ怖いですよね。やってみてちょっと思ったけど、これでなんかだから逆にコンセプトとしてこのフィフスは万年筆みたいにペン先が育っていきますよということが売りなわけじゃないですか。ただ万年筆と違ってもっと派手にペン先が削れてその形の、万年筆もそうですけど、万年筆の金属のパーツに比べるとこっちはなんかフェルトではないけどもうちょっと弱い素材なんで、ずっとやっていくと多分本当に削れちゃうとは思うんですけど、リフィルを変えるたびにせっかく育ったペン先がまたゼロにリセットされるのはなんかコンセプトと違う気がするんですよね。だからペン先を末長く使えるように今のこのリフィルの形式を後ろコンバーターにして好きなインクを足せるようにしてほしいなっていうのは切実に思いますね。フィフスが流行んなかったっていうのは、流行んないってなんか言うのも失礼ですけど、でもあんまり支持されていない気がするんですよ。たまたま僕が見た動画がなんか3連続ぐらいでどっちかっていうといまいちっていう評価をしてる動画が立て続けに流れてきちゃったんで、なんかその印象が強いんですけど、ペンテルのプラマンみたいとかなんかピグマみたいとか、確かにそういうマーカー系っていうかサインペン系っていうかに近い書き味の部分は確かにあるんですよね。ペン先がだから金属みたいにカチカチに硬いわけじゃなくて、少し弾力があって、さっき言ったみたいに、後ろがバネで固定されてるんで、筆圧をかけるとペン先がちょっとだけ沈むんですよね。そうちょっとだけ沈むんですよね。普通にペンの重さで万年筆みたいに筆記してる分にはペン先が沈むようなことはないんですけど、でも全体的にソフトな感じで、なのであんまり万年筆ほど末長くずっとこの1個のペン先を使い続けることはできないんだろうけど、それにしてもやっぱり何年かは持ってほしいなと。ペン先がやっぱユーザーの筆記に合わせて育っていくっていうことを売りにするんだったら、もうちょっとインクを交換しながら長く使えるような仕様にしたらちょっと使う人増えるんじゃないかなと思いますね。好きな色のインクも入れられるし、さらに言うと今F と M があって、 M が廃盤に確かなって今 F しかないんだと思うんですけど、 EF をぜひ出してほしいですね。あとはそうだな、なんか文字を書くには適切な線の太さだと思うんだけど、
意外と止め跳ね払いとかその素早くスッと綺麗に線を抜いてやるぞって思ったら綺麗にこうスーッと細くなっていく抜け方ができるんだけど、普段文字をこう書いている時みたいな感じだと、僕の字が下手っていうのもあるけど、ちょっとそのペンの置く場所がスッと細くならないでこう丸く溜まって書き終える感じがちょっとあるんですよね。そのあたりがちょっとプラマンっぽいというかピグマっぽいっていうかサインペンっぽいっていうか。ただそういうのと比較した時にそんなチープな書き味じゃないんで、もうちょっとなんか評価されてもいいんじゃないのかなと思います。個人的には気に入っていて、初期型と後期型でこのキャップのあたりの形状が違って、後期型の方が気密性が高くてインクが長持ちするらしいんですよね。だからそんなのも含めて後期型どっか探してもう一本買ってもいいかなと思うぐらい気に入ってるんですけど、今言ったみたいにちょっとコンバーター式にしてインクをいろいろ入れ替えられるようにしてほしいということと、ちょっとそのもう一段階細いペン先が欲しいかなっていうところで、フィフスに関してはインクの詰め替えを今挑戦して、もう大失敗と思ったけど、一応今かけています。ただその今のこの僕のその大失敗ぶりを見て、インクのこぼしっぷりとかを見て、いや真似する人はいないと思いますけど、真似しない方がいいですということでした。ありがとうございました。このチャンネルではこんなような文具の話とかカメラやガジェットの話とか、最近カメラの話をとんとできてないですけど手帳とかの話をしています。あともう一つ、阿部義俊画報というチャンネルを立ち上げて、そっちの方では絵に関する、話をしています。そっちもぜひ見ていただけると嬉しいです。まだ動画がちょっと2本しかなくて、もう少し何かやらなきゃいけないなと思ってますけど、ということでした。ありがとうございました。ではでは。